どうも、ケイスケです。皆さん、旅してますか？僕ね、去年ちょっと数えてみたんですけど、何カ国行ったかなと思って数えてみたら、11カ国も行ってました。で、先日も友達と一緒にモンゴル行って、馬乗ってっていう感じで、本当に1年の半分とは言わないんですけども、3分の1、4分の1くらいは海外で過ごすようにしています。で、海外に行ったらやっぱ新しい文化と触れ合ったりとか、現地の人と触れ合うのめっちゃ楽しいですよね。で、その様子を Vlog に残したりとかして、そんな感じで日々過ごしてるんですけども、やっぱね、旅行の質問このチャンネル結構多いんですよ。この前も旅行におすすめのガジェットみたいな形で、まとめた動画出したら結構反響良かったりして、最近はね燃油サーチャージとかも高いので若干航空券とか上がっているにもかかわらず、やっぱ旅行に関して気になる人多いんだなと思っております。で、そのチャンネルのところにやっぱカメラの機材ってどうしてますかとっていうのも、やっぱ飛行機乗るときに手荷物と預け入れ荷物っていうのがあるじゃないですか。それぞれどういう感じで分配してますみたいなの質問もらうこと多いんですよね。もう本当に僕もめちゃくちゃ荷物がやっぱり多いので、その気になる気持ちめちゃくちゃわかります。ということで今回はこちら、僕が普段持っていく旅行バッグの中身、これねもうこのまま手荷物で持っていってみます。なのでこちら紹介しつつ、どんな感じで分類しているのかも含めて今回ご紹介していければと思いますので、これから海外旅行、国内でも飛行機乗るよって人は見ていってくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで今回はこの旅行の時のカバンの中身なんですけども、普段使っているバックパックまず紹介しておくと、こちらの、ドリップのフロアパックフレックスっていうバックパック使っています。これですね、ドリップと一緒に僕がねオリジナルで共同開発したものなんですけども、これがねもうずっと使いやすくて、もうほとんどの時間をこれで過ごしてますね。で、よいしょ。でこのバックパックね作った経緯が、カメラバッグであんまりおしゃれなのが当時なかったんですよ。今はちょいちょいと出てきてたりもするんですけども、普段使いもできてなおかつカメラバッグとしても使えるっていうものが、やっぱり今もあんまりなくて、そんな理由で作ったものになります。なので見た目ねめちゃくちゃ僕は好きな感じに作れてるんですけど、どうでしょうか。でもう一個実際に使ってて僕がいいなと思ってるところが、このバッグ自体軽いんですよ。やっぱねカメラバッグって結構重く作られがちなんですけども、どうしても旅行に行く時って手荷物の制限の重さとかあるじゃないですか。やっぱそういうのもあるので、バッグ自体は軽ければ軽いほどいいと僕は思ってるんですよね。そういった意味でもちゃんと収納力あって便利でなおかつ軽いっていうので、もうずっと引き続き使っています。もう 2,3 年変わらずずっとこれですね。もう発売できてからずっとこれ。はい、でこのバッグね2階層システムになってて、ここがグバッと開きます。はい、ここにカメラとか入れてますね。で上の部分のコンパートメントにまたお財布とかこんな感じで物が入ってます。でなおかつ、よいしょ、このね上部の部分ですね、ここにちっちゃなポケットもあるので、ここにこういうライトとか、あとは AirPods とか入れてる時もありますね。はい、ここによく入れています。でサイドの部分、ペットボトルとか三脚とか入れる部分があって、一番下の部分もここに三脚をつけれるようになっています。であとねカメラに関してはサイドからもアクセスできるようになってるので、ここからサイドアクセスでカメラを取り出すこともできると。なので普段カメラ取り出す時はこうやってカメラを取り出したりとかで、レンズを交換するっていう時にはよいしょ、こうぐるっと回してこうやってレンズを交換するようにしていますって感じの便利バックパックを普段は使ってます。海外とかだとどうしてもヨーロッパとかでこのね外から開くの、アクセス的にはめちゃくちゃ便利で、治安のいい国、例えばオーストラリア、今回行ったモンゴルとか、僕は北欧とかメルボルンとか日本で使うっていう時にはもうこのバッグ一番好きで使ってるんですけども、どうしても、スペインとかフランス、イタリアとかスリが多い地域だとどうしても外からアクセスされるのが気になるので、ここに南京錠をつけるか、もしくは別のバックパックを使うようにしてます。その時のバックパックで使ってるのは PGY テックのワンゴーライトっていうのを使ってますね。でも今回はこれでいきました。でそれぞれのコンパートメントの中身紹介していきます。ケイスケの動画。はい、まず下からいきましょうか。ズバッと開けるとここにカメラが入ってます。仕切り、いくつか変えられるようにはなってるんですけども、こんな感じの3箇所分けられるようにしていて、この右上のところにはモバイルバッテリーを入れたりしていて、下のところにガジェットポーチで、ここの大きい部分にカメラを入れています。で、それぞれ紹介していくと、まずはモバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーはフィリップスのモバイルバッテリーと CIO の2万 mAh のモバイルバッテリーを持っていっています。
でケーブルは今使ってるのはアンカーのパワーライン3フローっていうケーブルですね。これの1メートルのやつを、ここに入れて持ち歩いています。最近ねモバイルバッテリーが、合計2個までとか、手荷物で入れるのはそんな感じになったんですよ。そもそも飛行機乗るときに、モバイルバッテリーとか、バッテリー類っていうのは基本的に手荷物に入れなきゃいけないんですよね。なのでモバイルバッテリーとかもちゃんとこっちに入れなきゃいけないと。でさらにこのモバイルバッテリーに関しては最近、容量にもよるけど基本的には2個までというルールになったので、僕はこの2万ミリアンペアの CIO のやつとフィリップスのモバイルバッテリーこの2つで旅行中も乗り切っています。こっちはやっぱ大容量で使い勝手がいい、パソコンも充電できるっていうのがめちゃくちゃ便利だし、こっちのフィリップスの方はコンセントで充電できるっていうのも嬉しいんですけども、あとここワイヤレスで、Apple Watch とか、AirPods Pro とかも充電できるんで、そういうのが便利だなと思ってこれを持ってってます。これがあればわざわざ別でね Apple Watch の充電器とか持っていく必要ないので、一石二鳥かなって感じで持ってってますね。ケーブルもここに内蔵されてるし、これね。で、ポーチの中身はちょっと多いのであんま紹介するとね長くなっちゃうんですけども、基本的にはケーブルが2本ぐらい入っています。これはアンカーのパワーライン3フローのケーブルで、こっちはシリコンのマグネットのやつ入れてますね。CIO のやつです。でアンカーの 120W の USB 充電器、もうこれずっと使ってるんですけども、僕の場合 MacBook Pro なのでやっぱりちょっと大容量のじゃないとダメだっていうことで 120W のを持ってってるという形になります。であとはSD カード類ですね。これドリップで作ってるチップっていう、小銭入れなんですけども、これの中身に SD カードを入れたりして持ち歩いています。中見るとこんな感じで大量に SD カードが入ってますね。であとこれですね、これはこのオーラリングの充電器です。これも入れてます。このポーチの中に関しては、バッテリーモバイルバッテリー類は入ってないので、これ自体は預け入れ荷物に入れてもいいんですけども、他に SSD とか入れることも多いので基本的にはこれを持ち運ぶようにしてます。そしてカメラですね、今回モンゴル旅にはこちらの α1M2 を持っていきました。でレンズに関してはいろいろ持っていったんですけども、今は 55mm f1.8 がついています。他にレンズで言うと、今撮影に使ってるんですけども、ソニーの 2470mm f2.8 のズームレンズっていうのと、あとは 1635mm の GM2 のズームレンズと、タムロンの 1220mm の新しいズームレンズ、これもね、お貸し出しいただいたので持って行っていました。でじゃあここにあるカメラ以外のレンズはどうしてるのかっていうと、そっちはもうタオルでぐるぐる巻きにしてスーツケースの方に預け入れで入れてます。できれば手荷物で持っていった方が安全だったりとか安心感はあるんですけども、重量制限がねあるじゃないですか。基本的には手荷物は8キロまでとかだったりするので、ちょっとその辺はもうスーツケースに入れないと収まらないなと思って、他のレンズに関してはスーツケースに入れてます。ちなみに今回はこちらのニコン F3 っていうフィルムカメラ、これも持っていったんですけども、これもスーツケースに入れていきました。あと α7V とかのカメラもサブカメラに持ってったんですけども、それもスーツケースですねに入れています。結構ね人によっては危険って言われるんですけども、もうタオルとかバスタオルでぐるぐる巻きにしてなんとか持って行っているという形になります。じゃないとマジで持っていけないからね。あんまりここまで機材持ってる人いないと思うけど、こんな感じで入れています。で、閉めて、次こちら上部のコンパートメントの方です。これもねピーって開けていくとこんな感じでもうたんまり物が入っています。一個一個出しちゃうか。はい、こんな感じでいろいろと物を入れています。これちょっと取り出してみました。で一個一個紹介していくと、まずはバッテリーですね。これラノっていうメーカーのバッテリーケースなんですけども、一気に4個充電できるタイプのものになっています。でここにソニーのバッテリーとかを本当に4個ぐらいパパパンって入れて、これを丸々バックパックの中にしまってます。なんか調べたところモバイルバッテリーは2個までなんだけど、このねカメラのバッテリーは容量がちっちゃいから結構何個でも持っていけるらしいので、ここに4個とかプスと挿して持ってってます。たまに空港でこっから出して持ち運んでねって言われることもあるんですけども、今のところこのラノは言われたことないですね。なんか別途バッテリー機能付きとかだと言われたりするかもしれない。でお次シェーバーですね。このコンパクトなこちらパナソニックのパームインってやつなんですけども、これも大好きで家でも旅行でも使ってます。充電式のシェーバーひげ剃りなんですけども、ここからねUSB-C で充電することができるので、いつでも使えるし、あとやっぱ旅行に行くときにこの持ち手ついてるタイプだとやっぱ邪魔なんですよね。このちっちゃいサイズで持ち運べるっていうのが便利で、これをずっと持ち歩いています。これもバッテリー内蔵なので一応手荷物に入れてるって感じでもね、なんか電源が切れるタイプだから別に多分ね預け入れに入れちゃってもなんか言われないんじゃないかなと思います。とはいえなんか心配なので僕はね
一応手荷物に入れてますね。なんか一回 GoPro とかはそのままでいいよって言われたことあるんですよね。なんでか理由は分からんけど。で次フィルムです。これはカメラ用のフィルムですね。このカメラ用のフィルムも絶対手荷物です。で手荷物に入れた状態で保安検査場を通るときにハンドチェックしてくださいっていう感じでハンドチェックをしてもらっています。今回のモンゴル旅では4本か5本ぐらい撮影したので、これはね後で現像所に送ろうかなと思います。で海外に行った時に僕何回かこれね、保安検査場で X 線通されちゃったんですけども、感度400ぐらいだったら全然平気です。逆に預け入れ手荷物に間違えて入れちゃってやっちゃう方がやばいらしいので、フィルムカメラのフィルム持ってる人は絶対手荷物でお願いします。で日焼け止めですね。これね容量が 40g なので、こういうのね水分 100g 以上だと持っていけないから、100g 以下のものを持っていっています。日焼け止めは預け入れ荷物に入れておくこともあるんですけども、今回日差しが暑かったのでこういうのをジップロックに入れて持ち歩いていることが多いですね。でお財布でしょ。最近買ってもらったエンダースキーマのお財布と、これドローンのバッテリーですね。僕 DJI Mini 5 Pro っていうドローン持ってるんですけども、そのドローンを飛ばす時のバッテリーも、ちゃんと手荷物に入れています。であとこれねマイクです。今回ワイヤレスマイクインスタ360のマイクプロってやつを持ってったんですけども、万が一このねワイヤレスマイク系を持ってく人は絶対手荷物に入れるようにしてください。僕一回ホーリーランドのラーク M2 かなっていうワイヤレスマイクを間違えて預け入れ荷物に入れちゃって没収されてました。2本ついたらねっていう経験があるので、こういうワイヤレスマイクはぜひ手荷物の方に入れてください。で最近このインスタ360マイクプロ結構好きで使ってて、僕ポッドキャストやってるんですけども、そのポッドキャスト用のアイコンにしたりとか、ここの表示が変えれるんですよね。それが好きで割と使ってます。音もいいしこれ便利ですね。でそしてもう一個ねポーチ持ってってます。ピカチュウ印のポーチなんですけども、ここにもバッテリー類が入っていて、予備のケーブルで、これアンカーのシリコンケーブルなんですけども、これも入れているのと、あとはね360度カメラ用インスタ360とか、アクションカムとかのバッテリーもここに入れています。僕普段ねアクションカムとか小型カメラ持っていくときはバッテリーだけ外してポーチに入れて、で本体はバッテリーを外した状態で預け入れの荷物に入れてます。あとは SSD とか入ってますね。これをね全部バックパックに詰め込んでいます。結構パンパンですよね。割と詰め詰め。ほい。ケイスケの動画。であとこのバックパックの背中の部分ガバッと開けることができて、ここにiPad mini とかも持ってってます。やっぱ飛行機乗るときはこの iPad mini で、Netflix のドラマとか、あとは Kindle の漫画とかをバーってダウンロードしておいて、で機内を快適に過ごすようにしてます。最近ね話題のガス人間とかめっちゃ見てるんですけども、やっぱそういうドラマワンクール見終わるぐらいでちょうど、ワンクールも見終わんないか、4話5話見るぐらいで10時間のフライトも全然いけちゃうので、これがあるだけで本当にねフライトの快適さ違いますね。マストかも。であとは MacBook ですね。普段は MacBook Pro を使っています。こんな感じで収納してますね。であとサイドポケット、ここのサイドポケットに今ね水筒が入ってるんですけども、普段はペットボトルとこのミニ三脚を入れるようにしてます。最近ねミニ三脚を新しくしました。これレオフォトのね新しいミニ三脚なんですけども、こっちにしました。なんかコンパクトだし開きやすいしってことで使ってますね。なんか一眼用のミニ三脚としていいなと思って使ってます。このねフロアパックフレックスのこのサイドのところ結構広めに作ってあるんですけども、広めに作ってあるおかげで大きめの三脚入れることもできるし、あとはこういうミニ三脚とペットボトルって形で2つ入れることもできるんで、そこら辺も結構気に入ってますね。よいしょ。で最後上部のポケットなんですけども、ここは自分の家の鍵を入れてたりとか、あとはさっき言ったこういうちょっとした夜でも使えるライトみたいなのを持ってったりしています。これもねバッテリー系なんで一応ね手荷物に入れてます。あとは AirPods Pro とか入れる時も多いんですけども、今回はこのバッグの他にもう一個ねサコッシュを持ってってました。これ無印良品で買ったサコッシュなんですけども、ここに例えばこういうパスポートを入れといたりとか、あとはさっき言った AirPods Pro ですね。これもねほんと飛行機の時マストアイテムで、これでノイキャンしてると本当に飛行機の轟音全然気にならず寝れもするし、音楽も聴けるし、映画も見れるしということで、もうこれもマストアイテムです。この AirPods Pro が入ってたりとか、あとはちっちゃいカメラで今回はインスタ360ルナウルトラ持っていきました。これですね。さっきのインスタ360マイクプロとつなぐこともできるんで、そこら辺でも便利だなっていうふうに思ったし、あとはやっぱねこのモニターが外れるっていうのが便利で、僕旅行の時になんか友達に自分のことを撮ってってちょっと言いづらいんですよね。なんか毎回言うのもなんか悪いじゃないですか。
っていうことでこれをちょっと遠くに置いてモニター外してみればすぐにこう自撮りができるというのが便利で、これ今回持ってってよかったですね。いろいろ言いたいところも細かくあるので、その辺はちょっとまた別でね動画にしたいと思ってはいるんですけども、かなりこれね使いました今回。そんな感じかな。中に入ってるものとしてはそんな感じなんですけども、あと1個これですね、クリッパー。バックハンガーです。これをこのバックパックの取っ手の部分につけていて、これでバックパックを床に置かなきゃいけない時にテーブルの端とかにピュッとかけておいたりしてます。ケイスケの動画。はい、ということでサクサクっとではありますが、バックパックの中身、飛行機に持っていく手荷物の中身ご紹介していきました。でこれを見ると、いやちょっと重量オーバーしませんみたいな話も出ると思います。で確か今回のモンゴル旅行これ持ってったんですけども、若干8. 何キロなので微妙にオーバーしてたかなっていう感じではあるんですけども、これでギリギリって感じですね。で万が一オーバーしそうになった場合普段どうしてるかっていうと、こういうサコッシュ持っていってるんで、このサコッシュにちょっとガジェットを入れたりするっていうのもあったりするし、あとはポッケに入れたりもしますね。あとは上着とか着てる時はその上着のポッケにちょっとちっちゃいカメラとかこういうミニ三脚とか入れちゃってギリ8キロに収めるっていう風なやり方もしちゃったりしてます。でもちろんあまりに重量がオーバーしすぎてる時とかは追加料金を払ったりとか、あとはさっきのポーチですね。このポーチ自体は手荷物じゃないといけないものは入ってないので、これをスーツケースの中に入れてちょっと軽くするみたいな形で手荷物を調整したりしてます。そんな感じでなんとか海外旅行ちょこちょこ行く時に調整しながら、あれやこれやって今の形に落ち着いてると、結構まとまってないね、いい感じにまとまってると思うんですがいかがでしょうか。あんまりたくさん僕みたいにねもう11カ国も年に行きますっていう人もそんなに多くはないとは思うんですけども、だからこそせっかく旅行に行く時はやっぱ不安をねなくしながら旅行したいじゃないですか。なのでぜひね今回、入れてる荷物とか参考にしていただいて、これはこっちに入れればいいんだなとか、レンズはなんとかぐるぐる巻きにすればスーツケースに入れられるんだなとか、そういうのを頭の片隅に覚えておいていただけると使えると思いますので、ぜひそれで旅行行っちゃってください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。他にもこうバッグ関係だったりとか旅行関係でこれ知りたいよというものがあればぜひねコメントいただければ動画にしたいと思いますので、コメントの方お待ちしております。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。